おはようございます。この日は朝7時に行動を開始、札幌を出発して室蘭と長万部を経由して函館に向かいます。宿泊していたロイトン札幌というホテルはとても良かったですね。一泊だけだったのが名残惜しいのですが、チェックアウトして駅に向かいます。この日の一番列車は7時30分の札幌発東室蘭行きの特急すずらん2号です。これに乗ってまずは東室蘭へ向かいます。続きまして千歳7時57分。隣の特急列車も同時に発車していきましたね。この先揺れることがありますのでお気をつけください。また走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますので라인을 걸어보다 서서히 오는 바이크라나 지나오이 온다라 양終着の東室蘭駅到着。ホームは北から南蛮線に到着。札幌を出て約1時間半で東室蘭駅に到着。これから乗り換えて室蘭駅に向かいます。Please exit from the door located at the front of the train. 約10分で室蘭に到着しました。室蘭に到着したのは9時半くらいで、お腹が空いていたので朝ごはんを探しに行きました。楽しい店のある街と書いてあったので、楽しいお店を探しに行きます。楽しそうなお店はあったのですが、やっていませんでしたね。僕は鳥取に行った時もそう思ったのですが、アーケードのある街が大好きで、しばらく散策してみることにしました。これは室蘭のマスコットのクジラン。室蘭は建物や路地がとても雰囲気があってかっこいいですね。可愛い猫がいたので眺めていたら睨まれました。
室蘭をぐるっと回ってみたのですが、飲食店はまだやっていなかったので、これから東室蘭に向かいます。食べ物屋さんを探しているんだけど見つからない。おむすび屋さんはやってるんだけど、名寄でもおむすび食べたからな。違うところですよ。安い。東口の方には何もなさそうだったので、西口の方に行ってみようかな。駅がかっこいい。西口の方に来てみました。何かあるといいな。ラーメン屋さんはあるんだけど、ラーメンという気分でもないし、どうしよう。気持ちは焼き鳥が食べたい気持ちなんだけど、どこにもないな。あとホタテの玉焼きっていうのも食べてみたいんだけど、まだ見つからない。やってない。定食屋さんとラーメン屋さんはあったんだけど、それ以外はないな。焼き鳥は夜しか食べられないみたいだ。ありました。食べたかったな。なんかさっき駅前にたこ焼き屋さんがあったからたこ焼きにします。札幌ラーメンか。ありがとう。トングがワイルドでしたね。たい焼きを獲得しました。で、諦めていた焼き鳥なんですが、なんと駅で見つけました。しかも木金土の限定12個の販売。ラッキーでしたね。なんだこれは。馬、昆布、フクロウ。東室蘭を出発して、これから長万部に向かいます。待望の焼き鳥弁当は量もたくさんあってとても美味しかったです。室蘭焼き鳥って鶏肉じゃなくて豚肉なんですよね。室蘭から長万部への車窓は海沿いギリギリを走る感じで本当に景色が良かったです。で、これが買ったたい焼き。たこ焼きって書いてあったので、たこ焼きも売っているかなと思っていたら、この日はたい焼きしかなかったようで、たい焼きを食べました。とても美味しかったです。そんなこんなで約1時間で長万部に到着。これから少し長万部の街をブラブラしようと思います。
長万部のメインストリートかな。カニ飯、お腹が空いていたらカニ飯食べたかったけど、さっき焼き鳥弁当食べて、あと何だったっけ、たい焼きも食べたからお腹がいっぱいだ。信号は合ってないよ。さっきね、観光案内所の人にまっすぐ行ったら海があるんでって言われたので、海を見に行ってきます。本当にまっすぐだな。とても簡単。突き当たりが駅で、もう海、オーシャンビューだ。砂浜に降りることができたので、海で少しゆっくりすることにしました。貝殻拾いしてます。結構楽しい。いい貝はないかなと思ってずっと探していました。不思議な柄の貝を見つけた。貝なのか、なんだこれは。結構いい貝殻は見つかったのですが、持って帰るのはやめました。見るだけにします。駅に帰る途中にカメラ屋さんがあったので、少し中を覗かせていただきました。なかなか珍しいカメラがあったように思います。本州の方ですか？あ、そうです。東京から。これは絶対にやりたくなるやつですね。はい、失礼いたします。自由席でよかったですか？はい、アルファベット MOP でお待ちください。1番乗り場です。長万部から今日の最終目的地の函館に出発します。長万部から函館に向かう時の車窓もとても素晴らしかったですね。どうも JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。約1時間半乗車して函館駅に到着。これからホテルに向かいます。
チェックインした後、夕暮れの函館の街を散策することにしました。行きたい場所がたくさんあって急ぎ足になってしまうんですが、これから歩いて向かいます。最初に行ったのは函館市地域交流まちづくりセンターというところで、ここはもともと丸い舞だったビルですね。確かここは1923年に建てられたビルだと思います。函館はやはり坂がとても急でしたね。これは大根。この後は教会がたくさんあるエリアを見て回りました。その後にやってきたのが旧函館区公会堂という建物です。ここは中の見学ができたので中を見て回ることにしました。ここは1910年に建てられたコロニアルスタイルの建築物で、もともと函館市民の集会場として使われていた場所です。閉館ギリギリの時間に行ったので、ほぼ貸し切りで楽しむことができました。観光地とかで人が多いと人の見物をしに行ってるみたいになっちゃいますからね。僕はあんまりそういうのが好きじゃないので、一人で楽しめてとても良かったです。このバルコニーから眺める夜景は本当に素敵でした。次に訪れたのは旧イギリス領事館です。ここは1913年から1934年の間に実際にイギリス領事館として使われていた建物です。ここは豪華絢爛という感じではなかったのですが、しっとりと落ち着いた雰囲気がして、これはこれでとても素敵でした。
こは顔はめパネルのバリエーションがたくさんありましたね。とりあえず全部挑戦してみることにしました。さっきまで雨が降ってたんだけど止んだかな。よかった。7時くらいにここを出ればもう一箇所行きたい場所にも行けるか。雨で路面に光が反射してとても綺麗ですね。今回北海道一周して思ったのは、夜がね静かになるのが早いなと。どこだったっけ、確かね稚内着いた時も夕方6時とか7時とかにはもうお店が全然やっていなかったりして、食べるところを探すのに苦労したり、他の網走でもね夜やってるお店が全然なかったので、結構お店が閉まるのが早いんだなっていう印象を持ちました。旧ロシア領事館に来たら真っ暗で何も見えなかったんだけど、その代わりめちゃくちゃ綺麗な夜景が見れました。良かったということにしておこう。結構歩いたんだけどね、まあ歩くの好きだから全然大丈夫です。行きたい場所はある程度見たので、これから市内の方に戻っていきます。その前に函館といえばやはりここ長谷川ストアで焼き鳥弁当を買うことにしました。僕ねこの時がね焼き鳥弁当を食べたの初めてだったんですよね。本当にとても美味しかったです。お腹もいっぱいになったところで腹ごなしに少し歩きます。ただねこの後もう一箇所行きたいところがあったので、そこに行くことにしました。函館駅に戻って函館バスに乗車。これで行きたいところに向かいます。で駅で何か北海道っぽいものを買おうということで、このミルクコーヒーを買いました。で着いたのがここ蔦屋書店。蔦屋で本を見るなどしてまったりとした時間を過ごすことができました。とても良かったです。蔦屋に行ってきたんだけど、閉店までいたらスマホの充電が2台ともなくなって、帰りのルートを調べられないし、ここどこだか分かんないし、とりあえずピンチです。でも多分こっちだろうっていう方向に歩いてるので、着いたらいいなホテルまで。そんなこんなで充電がなくてピンチだったのですが、また長谷川ストアを見つけたので焼き鳥弁当を買いました。今回は4本入り。さっき食べたのがとても美味しくてね、もう一回食べることにしました。それで1時間くらいさまよい歩いてやっとホテルに到着。この日はね結構歩きましたね。とても疲れました。ホテルに到着してシャワーを浴びてすぐに就寝。おやすみなさい。そういえばこの日は焼き鳥3回も食べました。